こんにちは、ゆうとです。今日もスイスにある美しい街セルマットでのハイキングに皆さんをお連れします。今回はフンフツェンベークというハイキングコースに沿って約 10km の距離を歩きます。フンフツェンベークとはドイツ語であり、日本語訳すると5つの湖を通るコースという意味です。標高約 2570m のブラウヘアテ駅から標高約 2290m のズネガ駅まで歩くのですが、道中にはその名の通り5つの湖があります。以前別の動画で同じコースを2020年7月上旬に歩いた際の様子をお届けしました。この動画はその動画のリメイクであり、私が今年2024年7月上旬に体験したハイキングの模様を360度カメラで撮影した動画とともにお届けします。以前の動画よりも画面の揺れが大幅に軽減されており、映像も鮮明です。また情報も最新のものに差し替えています。今回のハイキングの出発点となるブラウヘアテ駅には、ツェルマットからズネガまでケーブルカーで約5分、さらにズネガからブラウヘアトまで約7分間ゴンドラを乗ることによりアクセスすることができます。今回のハイキングコースも初心者から中級者向けで、絶景を楽しみながら手軽にアルプスの山、水、植物を満喫できる素晴らしいコースです。逆さマッターホルンを見られるチャンスもあり、大変おすすめのコースです。さあ、ブラウヘア駅からズネガ駅まで5つの湖を巡る旅に出発しましょう。早速ブラウヘア駅に到着しました。ここから今日の私たちのハイキングが始まります。まずは最初の湖であるシュテリゼーを目指して歩きます。約20分の道のりで比較的平坦な道が続きますので、無理なく歩けるかと思います。それではハイキングスタートです。まずは短い上り坂から始まります。標高が高いこともあってきつく感じるかもしれませんが、100メートルほどの辛抱です。坂を上り終えたところには大きなハートのオブジェクトがあり、そこで記念撮影をしたり、ハートの中にあるマッターホルンの写真を撮ったりすることができます。ここからシュテリゼーまではほぼ平坦な道が続くため、周囲の景色を楽しみながら歩くことができます。右手や後ろにはマッターホルン以外の 4000m 級または 3000m 級の山もたくさん見えています。
月や7月など季節によっては色とりどりの高山植物も見られます。個体数が多くないため見つけるのは簡単ではありませんが、運が良ければエーデルワイスを見つけることもできるかもしれません。ブラオヘアテ駅からシュテリゼーまでは基本的にマッターホルンを背後に歩くことになりますので、たまに振り返ってみるのも良いでしょう。私も何度か立ち止まり写真を撮りました。早速前方に最初の湖であるシュテリゼーが見えてきました。シュテリゼーに到着しました。この湖もゴルナーグラー鉄道沿いにある湖であるディッフェルゼー同様、逆さマッターホルンが見られる絶景ポイントとして有名です。湖畔にはベンチもあり、ここで少し休憩を取るのも良いですね。湖の水は非常に澄んでいて、周囲の静寂と相まってとてもリラックスできます。また湖では魚も泳いでいます。天気が良く風が穏やかな日には、このような美しい逆さマッターホルンを見ることができます。シュテリゼーの美しい景色を十分に堪能したら、次の目的地であるグリンジゼーへ向かいましょう。まずは湖の反対側に戻るところから始まります。ここからグリンジゼーまでは約45分の道のりです。ルートの前半は比較的平坦ですが、中盤から後半にかけては少し急な下り坂が続きますので、無理せずゆっくりと進みましょう。
シュテリゼーを離れてすぐにはぬかるんだところがあります。ここは水の通り道らしく、ほぼいつもぬかるんでいますので、足元に気をつけて進みましょう。この看板に到達したら、ここでは標識に書いてあるグリンジゼーに従って山を下るルートである左方向に進みます。ここからところどころ若干急な下り坂がありますので、足を滑らさないように注意してください。進行方向左側に目をやると、木が生えているところとそうでないところの境目、つまり森林限界がはっきりと見えます。森林限界の標高はだいたい2300メートルです。目の前にはマッターホルンが、そして足元には色とりどりの花が咲き乱れ、まるで絵画のような美しさです。写真を撮るために何度も立ち止まってしまうことでしょう。ちなみにこの目の前に見える木は私のお気に入りの写真スポットの一つです。
2つ目の湖であるグリンジゼーはもうすぐそこです。グリンジゼーは南側や西側の湖畔が木に囲まれた美しい湖です。木々の緑と湖の青が美しいコントラストを作り出しています。またここでも逆さマッターホルンを見ることができます。それではグリンジゼー周辺の美しい風景をお楽しみください。グリンジゼーの静けさと美しさに癒され、休憩も済んだら次の目的地であるグユンゼーへと向かいます。グユンゼーまでは約 2km の距離で、ここから30分ほどで到着します。それでは先へ進みましょう。ここからグユンゼーまでの区間の大半は整備された砂利道を歩くことになります。急な坂ではないため足を滑らせる心配はないでしょう。坂を下り、グユンゼーが存在する谷を挟んだ反対側へと向かいます。グリンジゼーから15分ほど歩いて谷底に到着しました。ここではフィンデルバッハという川が流れています。心地よい水の音が下り坂続きで疲れた体を癒してくれることでしょう。ここでこれまで歩いていた山から谷や川を挟んで反対側にあるグユンゼーやゴルナーグラートがある側の山に移ります。森林限界付近での平坦な道がしばらく続きます。晴れていると日差しが強いので日焼け止めは必須です。
グルーンゼーへ向かうには、ここで左に曲がり少し坂を登る必要があります。この道は大抵の場合足元水が流れているので、濡れたり転んだりしないよう気をつけてください。3つ目の湖であるクユンゼーに到着しました。クユンゼーは標高約2300メートルの場所にあり、その名の通り緑がかった色の水を抱える湖です。暖かい日にはここで水遊びをする人を見かけます。またベンチもあり、ピクニックをするのにも最適な場所であるため、ランチ休憩をする人をよく見かけます。クユンゼーの美しい風景を堪能した後は、4つ目の湖であるモーシゼーへと向かいます。最初は平坦な道が続き、途中から森の中を歩く下り坂へと変わります。モーシゼーへはここから約30分で到着するでしょう。それでは引き続きハイキングを楽しみましょう。グユンゼーを出発してから5分ちょっとで山岳ロッジに到着します。ここでは宿泊することができるだけでなく、レストランのみを利用することもできます。スイスのじゃがいも料理であるベスティもありますよ。先ほどの山岳ロッジを過ぎたら右にカーブを描くように曲がります。そこでまっすぐ進み続ければ、ゴルナーグラッ鉄道のリッフェルアルプ駅へと向かうこともできます。ここで看板の指示に従って斜め左手前方向に曲がります。ここからしばらくは森の中を歩く下り坂になります。
坂を下り終えると、先ほども渡ったフィンデルバハという川が登場します。モースチーゼが左前方に見えてきました。モースチーゼは他の湖とは少し異なり、人工的に作られたダム湖ですが、水の色が非常に美しいのが特徴です。モースチ勢の美しい風景を堪能した後は、最後の目的地であるライゼーおよびズネガへと向かいます。きつい上り坂が続きますので、こまめに休憩しながら進んでください。上り坂が一旦落ち着くと、前方の山肌にフィンデルンという集落が見えてきます。そこにはパラダイスというカフェ兼レストランもあります。ライゼーはこの丘の向こう側にあります。上り坂があとちょっと続きますが、もう少しの辛抱です。ついに標高2232メートルに位置するライゼーに到着しました。湖の周りにはビーチと芝生のエリアがあり、リラックスするには最適な場所です。ここで読書をしたり音楽を聴いたりするのも良いでしょう。透明な水に足を浸して進むこともできます。また朝一の静かで逆光にならない時間帯であれば、逆さマッターホルンもきれいに見ることができます。
ライズ A のすぐそばに無料の短いケーブルカーもあるので、これで簡単にズネガの駅まで上がることもできます。ズネガの駅の横にはカフェテリア形式のレストランがあり、地下にお手洗いもあります。今回のフンフツェンベークというコースはいかがでしたでしょうか。ツアーで訪れることはなかなかないコースですが、5つの湖と小川が見られる水に富んだハイキングコースで、逆さマッターホルンが見られるチャンスも複数あります。私はツェルマットを訪れるためにこのコースを1回は歩いています。今回の動画を楽しんでいただけた方、高評価ボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。また、もし質問等がありましたら、その場合もコメントにお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。またね。